ニュートゥーラベリーマンスリーランキングトップ30。こんにちは、お手紙やぎです。この動画はラベリーに新たにリリースされたパターンの中から個人的に気になったものを月間ランキング形式でご紹介していくという動画になります。今回は2024年4月にリリースされたパターンの中からお手紙やぎが個人的に気になった厳選30パターンをご紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。30位から21位。第30位。カタログスクエアエクスパンションパック by ポニーマクテート。猫好きとしては紹介せずにはいられないパターンだったんですけど、猫の肖像画のようなかぎ針モチーフをつなぎ合わせたクッションカバーです。耳や足が飛び出している子もいたりしてすごく可愛いデザインです。猫飼いさんはうちの小柄にアレンジしてみるのも楽しいんじゃないでしょうか。ちなみにモチーフ単体のパターンもあるようです。第29位。ヌエソックス by メリナハミ。大きめに開いた透かし模様が春夏に履きやすそうな靴下です。説明欄によると花が咲き蝶がやってくると書かれているので、そんな春の情景を表現した模様なのかなと思います。あまり見ない独特なレース模様なので編み方がもしかしたら難しいかなと思ったんですが、動画解説もついているのでトライしやすいかなと思います。第28位。ドリームクラウドセーター by アネタ・ブレイヤー。フェミニンな要素が散りばめられたプルオーバーで、ネックと裾と袖口がスカラップになっています。マルーンスリーブで編み地は細かな鱗雲のような優しいテクスチャーの模様です。このプルオーバーはリバーシブル仕様になっていて、裏返すとこんな感じの表とはまた違う表情に様変わりするのも面白いポイントです。第27位。コンポステーラ by メリサ・グエラ。淡いコントラストのバイカラーとヨークに入った透かし編みの模様が美しいサマーセーターです。パターン名は世界遺産に登録されているスペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路のことで、中世から巡礼者がホタテ貝を身につけて巡礼することから、ホタテ貝をモチーフにした透かし模様にデザインされているようです。第26位。リブカポーチ by ゾフィア・ラタシェビッツ。青系のアマリートがあったら作ってみたくなるユーモラスな表情のお魚モチーフの巾着袋です。サイズは長さ9センチと15センチの2サイズになっていますが、使い勝手に合わせて簡単に調整可能ということです。ソックヤーン 10g とモヘア 7g あれば作れるので、靴下を編んだアマリートの活用にぴったりなんじゃないかなと思います。第25位。トゥルースハーツカーディガン by ウール&ギャング。全体的に透かし編みの地模様が入ったフェミニンな雰囲気の長袖のラップトップスです。こちらフリーパターンです。ウエストのところを紐で結ぶタイプなので、お腹周りのフィット感がフレキシブルでいろんな体型の方に似合いそうだし、妊婦さんなんかの劇的に体型が変化するような時期でも着続けられそうだなと思います。第24位。ビララップ by アン・ベンゼル。カノコ編みの編み地に等間隔に表目の縦ラインが入ったプリーツのようなテクスチャーのカーディガンです。リラックス感のあるショールカラーでゆったりとしたボックスシルエットなので、寒暖差がある時期なんかに家の中に1着置いておきたい感じのアイテムだなと思います。ショール感覚で便利に使えそうですよね。第23位。シーズクラッチ by タチアナ。かぎ針編みのクラッチバッグなんですけど、一見棒針編みのアラン模様のような印象を受けるユニークな雰囲気の編み地です。棒針編みの編み地の雰囲気とかぎ針編みの伸びにくさのハイブリッドといった感じなんでしょうか。サイズはスモールとラージの2種類掲載されているようです。また動画解説もついているそうです。第22位。スプリングインパリス by ジョーショー。パリのエッフェル塔をモチーフにした靴下のデザインということです。一見どこがエッフェル塔なんだろうって思うんですけど、
編み地を拡大してよく見てみると、サイドの細かい透かし編みの模様が小さなエッフェル塔のようになっています。また模様はケーブル模様に見えるけど、縄編み針を一切使わずに編める模様ということです。第21位、クイーンス by アイリーン・リン。クロップド丈の可愛らしいプルオーバーです。パターン名のクイーンスはマルメロという樹木のことで、このパターンはマルメロの花をモチーフにしたデザインということです。裾や袖口のケーブル模様がお花のイメージなのかなと思います。ヨークの部分だけ透け感のある編み地になっていて、そこが少しユニークなポイントかなと思います。26位のリブカポーチですが、このお魚のポーチがすごくインパクトがあって、他にどんなデザインがあるのかなと気になってデザイナーさんをチェックしてみたんですが、どうやらこれがデビューパターンのようですね。なので第2作目がどんなのが作られるのか楽しみです。21位のクイーンスですが、こちらのパターンはレインパブリッシングから5月に発売される21号に掲載されるそうです。テクスチャーのあるステッチパターンなんかがフィーチャーされたサマーニットのパターンが全部で11個掲載されているそうです。20位から11位。第20位、ネオンブリッセーター by ビーラバリマキ。ボーダー柄の爽やかな雰囲気のプルオーバーなんですが、真ん中で色が切り替わっているのが目を引くポイントですね。このパターンはラビアンエメのポップアップショップパリ出店を記念したコラボデザインなんだそうです。インター社なんですけど、初心者さんでも編めるビギナーフレンドリーなパターンとのことです。第19位、J バード by パムアレン。縦ラインの模様がハンサムな感じのプルオーバーです。説明欄に特に記載はないんですが、おそらく身ごろのラインを境目にして真ん中の部分は縦方向、左右と袖は一体となったサイドウェイの編み地なのかなと思います。このラインは閉じはぎか広いめの線だと思うんですけど、スタイルアップの効果ももたらしているなと思います。第18位、アレロユニセックスプルオーバー by パスクワーリデザインズ。大胆なバイカラーになっているスポーティーな印象のプルオーバーです。下から上に増し目で袖も一気に作っていくという編み方のようです。少しイレギュラーな工程なので、編むのが新鮮で楽しそうだなと思います。また配色も組み合わせ次第でガラッと印象が変わりそうなので、色合わせを考えるのも楽しそうなパターンだなと思いました。第17位、ブリストプルオーバー by ジャレットフラット。表目と裏目の模様で作られた編み地のテクスチャーが美しいプルオーバーです。着心地よくかつプロポーションをきれいに見せるためにパーツのシェーピングが緻密に作られているとのことで、写真でも肩の部分など立体裁断のように見えます。どういったデザイン上の工夫が施されているのか確認してみたくなるプルオーバーです。第16位、ワイルドストライプソックスゼブラ by キャットクラウス。ゼブラ柄をボーダーに分割したようなスタイリッシュなデザインの靴下です。このパターンはアニマル柄のシリーズになっていて、同様のデザインで他にトラ、キリン、チーター、レオパードの全5種類のバージョンになっています。カラーワークに関する基本の解説が必要な方には、レオパードのバージョンがおすすめとのことです。第15位、フライングフォックステイルブランケット by スティーブン・ウエスト。総柄のゴージャスな大判のブランケットです。圧倒的な雰囲気をまとったデザインだなと思います。2色のブリオッシュ編みなので、裏側は同じ模様で微妙に色合いが違っていて、その対比も美しいです。編むのはとても大変そうなんですけど、こんなブランケットがお部屋にあると毎日眺めるのが楽しいんじゃないかなと思いました。第14位、ポエトティー by サリー・ノルドルンド。波紋のような模様が美しい半袖のプルオーバーです。サリさんのデザインの中では比較的あっさりした模様かなと思います。
レインマガジンの6号に掲載されていたポエトという長袖のプルオーバーの姉妹版ということで、比べてみるとこちらはクルーネックとラグラン線で少しカジュアルダウンしているのかなと思いました。第13位、セレーネラップトップ by ジェシカさん。かぎ針編みのエスニックな雰囲気のラップトップスです。リネン素材のくたっとした感じの糸が使われているので、落ち感のある編み地になっていて、紐で結んでウエストマークしているところに綺麗なドレープができて、大人っぽいシルエットのウェアだなと思いました。写真や動画の解説もついている親切なパターンとのことです。第12位、ルバンダナオールオーバーインターシャ by エメジル。カラフルでランダムな配色が可愛いスカーフです。部分的にインターシャのものとかストライプ模様のものとか、いくつかのバージョンでこのパターンはリリースされているんですが、こちらは全体的にインターシャでアマリートの活用にも良さそうなバージョンです。コーディネートの差し色に取り入れたくなるデザインだなと思いました。第11位、グラスルーツ by サーシャハイヤ。4色のストライプのサマーティーです。サイドウェイで編まれていて、色と色の境目はラテラルブレイドという装飾的なステッチでつながっています。少し透かし編みのようにもなっていて、面白い質感と涼しげな印象もプラスされているデザインだなと思いました。ちなみにサンプルの配色はカリブ海の地方の伝統的な色なんだそうです。16位のワイルドストライプソックスですが、このデザイナーさんはニッターズヘブンというお名前でインスタグラムをされていて、このアニマル柄の靴下以外にもたくさんの素敵なデザインを美しい写真で見ることができます。11位のグラスルーツですが、このパターンはレインパブリッシングから発売されているアイランドバイブスというパターンブックに掲載されています。このパターンブックにはモントリオールを拠点に活動しているニットウェアデザイナーのサーシャ・ハイヤさんによるトップス、カーディガン、ショール、バッグなど夏のニットのための9つのパターンが掲載されているということです。10位から4位。第10位、フラワーディア by オリア・サモセイエンコ。かぎ針編みの鹿の編みぐるみです。ボディに春らしい草花の刺繍が施されているデザインです。この刺繍が結構細かくて、顔周りにも目元のまぶたの縁取りがされていたりとこだわりを感じます。お子さんが遊ぶためのというよりかは、インテリアとしてお部屋に飾って楽しみたいと思わせるようなオブジェのような雰囲気だなと思いました。第9位、ビスネスセーターナンバー2 by シブクリスティン・オルセン。どこかレトロな雰囲気のある華やかなカラーワークのプルオーバーです。ザクザク編んだ太糸の質感も可愛らしくて、童話の中に出てきそうなデザインだなと思いました。1860年代に活躍した鉱山技師のシャルル・ド・フランスという人物が作ったパターンが元になっているとのことで、背景ストーリーが面白いパターンです。第8位、ル・チューリップセーター by ルオ・ミンビ。見れば見るほど不思議なデザインなんですけど、チューリップセーターという名前なので、お花をイメージしたフォルムなのかなと思います。見頃と一体になっているかのような太めのドルバンスリーブだったり、肩口にタクが寄せてあったり、ネックラインは山形に盛り上がった形状をしていたりと、ユニークな要素にあふれています。第7位、コンコルド by ロリータ・デュビー。2本のモヘヤを引き揃えて編まれた春にぴったりな軽やかな半袖カーディガンです。少し膨らんだ袖と小さなラッフルがフェミニンで乙女心をくすぐるデザインだなと思います。クロップド丈なのでハイウエストのボトムスやワンピースにも合わせやすそうです。またサイズ展開が15サイズと豊富なのもありがたいポイントです。第6位、ハニードリップ by ユリア・マリア・ヘーゲンバルト。直訳すると蜂蜜の雫という名前のショールです。フリンジのところがまさに蜂蜜が滴るようなデザインで、編むのは少し大変そうなんですけど、すごく可愛いです。編み地の模様は蜂蜜にちなんでハニカムステッチで作られています。
三角形から楕円形に変化していっているフォルムも何気にユニークなポイントです。第5位、コックルシェルソックス by エリナ・マーリア。ザルガイという貝の模様をイメージした面白いステッチの靴下です。この模様がつま先からかかとまで途切れることなくずっと続いて、カフのリブに滑らかにつながっているとても美しいデザインだと思います。セルフストライプのような糸でも面白い効果が出るので、いろいろな糸で遊べるパターンなんじゃないかなと思います。第4位、ベストクレア by モチニット。シルクの糸を使った春夏に重ね着しやすそうな前開きベストです。デザイン的にすごくシンプルな印象なんですけど、裾の前立て部分のちょっとした広がりとか、ループボタンだと思うんですけど、ボタンの付き方なんかも細部にこだわりを感じます。レシピには表、図解、写真解説、動画解説もついているみたいで、すごく親切な作りのようです。第9位のビスネスセーターナンバー2ですが、ノルウェーにかつてあったビスネス銅山という自由の女神の材料も採掘されたという銅山を立ち上げた人物であるシャルル・ド・フランスという人が、女性労働者たちが自分で作れるようにと考案したパターンを元にしているデザインなんだそうです。3月にも別バージョンの少し素朴な色合いのものがリリースされてるんですが、こちらも素敵です。自由の女神や銅山の景色の中にある色合いを意識した配色なんだそうです。第3位、サマーラブ by ジャニーン・ホエール。モヘアで作られた透け感のある春らしいウェアです。ボーダー柄のように横に入っているチェーンのような見た目の大きめのレース模様がすごく素敵で、ここだけ色を変えることもできるみたいで、どういうステッチなのかなと編み方も気になります。袖口にもエッジにこんな風に入っていて、涼しげでおしゃれな重ね着が楽しそうなアイテムです。同じステッチの技法を用いたこんなショールのパターンもあるみたいです。第2位、スリップスカーフ by マイメーン by リサ・メイスナー。細長いネクタイのようなスカーフなんですが、このフォルムと配色の組み合わせでまるで直方体のように見えるトリックアート的な効果を狙った面白いデザインです。ダブルニッティングなので、裏側は配色が反転しているリバーシブルとなっています。こんな風に首に巻くだけじゃなくて、ヘッドバンドとしても使えたり、個性的だけど悪目立ちしない程よい感じなので、身につけるのも楽しいアイテムなんじゃないかなと思います。第1位、メガヒルダセーター by スペクタケルミーフィリング。表目と裏目で構成されたシンプルな模様の凹凸が可愛らしいプルオーバーです。オルテガ柄を思わせるひし形が並んだ幾何学的な地模様なんですが、スーパーバルキーの糸が使われているので、模様のスケール感が拡大されたような印象があって、またザクザクした太糸の質感も相まって、まるでぬいぐるみのセーターを着ているように見えて、ユニークかつ可愛らしいデザインだなと思いました。ゲージ12目なので、あっという間に編み上がりそうなのも魅力的です。ということで、今回は4月にリリースされたパターンの中から30個、お手紙ヤギが個人的に気になった厳選パターンをランキング形式でご紹介しました。4月はおよそ7300件のパターンが新規に登録されていました。今回も動画では30個のパターンをご紹介しましたが、実際には気になったパターンがもっとたくさんあったので、動画では紹介しきれなかったものはラベリーのバンドルにまとめています。気になった方は概要欄のリンクからぜひアクセスしてみてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。